皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。みんな大好き三峡ダム。このチャンネルでは、ほぼ毎日、中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています。ご興味がありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。5月21日、マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、0時の時点で水位は 152.90 メートルとなっています。152メートル台に突入です。グラフで貯水位の状況を見ていきます。昨日は 153.50 メートルですから60センチほどの低下となっています。グラフのカーブからこのまま行くと仮定すると、黄色の線の範囲に着地するかもしれません。中国の梅雨入りは平年ならば6月7日とのこと。今年は日本の梅雨入りが2週間ほど早くなっていることを考えると前倒しされるかもしれないですね。ダムデータによると、上流の観測所では流入量の高止まり状態です。水位は連動して上下を繰り返しつつもかなり下がっているようですね。水が増えているのは雪解けでかさ上げされているところに雨が降ったためと思われます。上流のダムでも同様に放流を増やしているのかもしれません。さて、三峡ダムの状況です。5月の初旬から放流量を増やし続けています。土曜日、日曜日は若干放流は絞っているようです。月曜から木曜にかけてまた放流量を元に戻しているようです。毎秒2万立方メートルあたりまでピークを上げています。流入量も下がってきていることから当然貯水位は下がることになります。一方、すぐ下流の擬昌市の観測所では流量、水位ともに上昇傾向にあるようです。上流の天気予報とテレメーターの数値を見ながら下流の状況も見ないといけないため、放流計画を立てるのは難しそうですね。来るべき洪水シーズンへの備えとして6月の初めまでに水位を下げると思われます。直前にはかなりの急降下となる可能性があります。その6月まで2週間を切りました。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。YouTube のおすすめ動画が出ていたので、たまたま選んでみると、三峡ダムの現地の様子を流した動画がありました。それを見る限り、中央の放流施設から水は流していないようです。おそらく、発電施設のゲートから放流しているものと思われます。ウィンディーによると、ダムの近くには目立った雲はありません。一方、引き続きダムの南部で雨が続きそうな予報となっています。直近では週末にかけて南で停滞していた前線が北上し、ダム周辺まで上がってきそうな予報です。同じようなところで雨雲が発生し続けるのが気になります。日本では線状降水帯が最近言われています。同じ場所に雨雲がかかり続けると被害が出る可能性があります。気象衛星ひまわりによると、中国の沿岸部に雲が広がっているようです。一方、日本列島ではすっぽり雲に覆われています。直近でまとまった雨となりそうなので十分ご注意くださいと先日お伝えしましたが、関西では昨夜土砂降りでした。これからも西日本から東日本の広い範囲で雨が降りそうです。日本周辺の雨雲レーダーを見ると半端なく南から次々と雲が流れてきそうですね。このため、引き続き、注意が必要なようです。今後、三峡ダムのカバーする範囲に雨雲がかかりそうなので、ダムの流入量は再び上がる可能性があります。範囲を広げて見てみると、ダムの上流でも雨が降る可能性が高いようです。中国から日本列島にかけて、3000キロから4000キロに伸びる雨雲。天気は西から崩れます。やはり、対岸の火事ではなかったですね。さて、今回もプチ情報をいくつか取り上げたいと思います。このチャンネルでは三峡ダムの様々な問題について何度か取り上げていますが、今回は土砂についてです。三峡ダムでどう対処しているかというと、蓄水排根という言葉が出てくるようです。清水を蓄え、冷水を排すということですかね。洪水シーズンに放水量を増やして泥も一緒に流す。そしてオフシーズンにはきれいな水を満々と蓄えるという政策だそうです。一見聞こえの良い言葉ですが、洪水シーズンにこそ貯水して下流を救うのが筋じゃないでしょうか。何か矛盾していませんか。
ダムができる前の1990年代、上流から年間 4.4 億トンも土砂が三峡ダムの建設予定地域を通過していたんだそうです。そして、ダムが完成して、試験貯水任務と言われる試験により、175メートルまで水を貯めることで、土砂の流入が2億トンにまで減ったんだそうです。要するにダムの建設で、土砂が入ってくるのが少なくなりましたよ、ということを言いたいのでしょう。さらに、2012年には、土砂の流入が 1.8 億トンにまで減少と伝えられています。順調ぶりをアピールしたいのかは不明ですが、とにかく減ったんだそうです。もっともらしいことですが、よく考えてみると、少し引っかかります。毎年、4.4 億トンくらいが下流に向かって流れてくるのに、三峡ダムの付近では 1.8 億トンに減少。引き算をすると、残りの 2.6 億トンはどこに行ったのでしょうか。もちろん、上流でダムができたため、土砂自体が減ったという理屈かもしれないですが、それにしても、2.6 億トンに影響は少ないでしょう。試験貯水の175メートルまで貯めることによって、土砂が減ったという説明でした。つまり、ギリギリまで貯水することにより、上流の川の流れるスピードが落ちたんでしょう。すると、水に含まれる土砂は、自由落下の法則に従い、どんどんそこに溜まります。三峡ダムにたどり着く前に沈殿、堆積したんじゃないでしょうか。残りの 2.6 億トンは、ダムの貯水範囲内に溜まっただけ、というのが算段です。上流の土砂がいきなり蒸発したりしません。朝起きたら、なかったことにはなりません。どこかにあるはずですね。そう、三峡ダムの貯水範囲は上流の600キロまであります。そのどこかに堆積したから、三峡ダムの堤体までたどり着かなかったと推定されます。ということは、ダムの貯水能力は年々低下していくのではないでしょうか。ダムの底が広範囲にわたって、底上げされるのです。それが2年経ち、5年経ち、10年経てば、時限式のあれみたいに、いつかはなんとかなりそうなことにはならないでしょうか。数字のマジックに騙されてはいけませんね。ちなみに、2.6 億トンは、東京ドームでいうと、200杯分以上になるようです。とんでもない量ですね。ダムには様々な問題があります。本来、洪水対策がメインで作られたはずの三峡ダムですが、途中で、水力発電や大型船の運航などの役割も追加されました。ダムの高さが185メートルもあるのに、発電や水運のために、洪水調節できる範囲はわずか30メートルになっています。この30メートルで、水位を上げ下げして、夏の洪水シーズンを乗り切らないといけないわけです。そして、今回のように、大差問題の他にも、ゴミ問題、生態系への影響などなど、数々の問題があるようです。ダムには沈む島がある件について、ダムの貯水側には、貯水量によってほとんど沈む島があるのをご存知でしょうか。場所で言うと、右岸のところにあり、道路でつながっています。この島は、建設当時からあるもので、洪水期で水位が上がると、取り付け道路が沈みます。そもそも、この島はなぜあるのかが不思議ですよね。ダム的には、なかった方が良いような気がします。しかしながら、最初から、島として残ったようです。三峡ダムの第2期工事の時に、仮締め切り包み、というのを作り、せき止めていました。この仮の包み、形を見てもらえればわかるかと思いますが、鍵型になっています。この形状だと、水の圧力がこのようにかかり、不安定じゃないかと思われます。ですから、島を残して、その土台部分で接続して、支えとしたのではないでしょうか。こちらは、貯水側から見たものです。増水期には、頂上部分を残して水没します。ソフトモヒカンみたいですね。こんな感じになるんじゃないでしょうか。ダムの裏には多くの穴があった。ダムの裏側は水の下にあるので、どうなっているのか、なかなか知ることはできません。ダムの中央に位置する放流施設には、クレストゲート用に22個、常用洪水履き用に23個、そして、泥を排出する穴が22個。さらに、流木などのゴミを吐き出すための穴が左右に2つあります。こうやって見ると、穴だらけ、ですね。三峡ダム近辺での年間降水量をグラフにしてみました。ざっくりとしたイメージですので、ご了承ください。年間を通じて、一番雨が多いのは7月で、その前後、6月と8月が次に多いようですね。現在、5月ですから、これから徐々に雨が多くなる時期となります。
ここのところ、足踏み状態ではありますが、三峡ダムでは全体的に水位が下がりつつあります。ダムの建設で洪水は減ったのでしょうか。結果的には、依然として大洪水は発生しています。2020年は80年ぶりの大雨に始まり、5度の大規模な洪水警報が発表され、三峡ダムを通過していきました。ダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう。昨年、23あるゲートのうち、限界と言われる11本をオープンして、なんとか乗り切ったようです。今年の夏も大洪水が発生するのか注目されます。引き続き、見守る必要はありそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。それでは次の動画でまた。